はいどうも、こんにちは。佐藤楓です。今回は、ノーション初心者の方から、ノーションってどういう風に使ったらいいのかわかんないとか、結構長続きしないとか、そういう質問が来ていまして、相談が来ていまして、それについてちょっといろいろお話ししたいなと思います。で、まず、そもそも初心者の方が結構ノーションでやりがちなところで、例えばなんか日記をつけるとか、タスクを管理するとか、そういうのをやりがちだと思うんですけど、まずは初心者の方は今日紹介するボックスとリファレンス、この2つを作ってほしいと思っています。まずボックスっていうのは何かっていうと、私が以前動画で出してるチェッテルカステンみたいなものをやるための環境、これがボックスになります。で、リファレンスっていうのは何かっていうと、簡単に言うと、ウェブページとか X とかの投稿を保存することができる、ブックマークだと思ってください。で、この2つをまず Notion で作ると、めちゃめちゃ Notion 使いこなしやすくなるので、今日はその2つについて紹介していきたいなと思います。まず、Notion の方の作業に移る前に、なんでボックスが初心者向けなのかについて解説したいと思います。まず、Notion っていうアプリ自体が結構複雑なアプリケーションなんですね。なんかいろんなデータベースの設定をしたりだとか、運用するためのルールを作らなきゃいけないだったりとか、いろいろなんかこう考えることがめちゃめちゃ多いんですよ。その Notion っていろいろ考えてからなんかアクションを起こすっていうことが多いと思うんですけど、なんかとりあえず書いておきたいとか、なんか思いついたことをバンバン入れていけるみたいな環境っていうのがやっぱ必要だと思ってて、それが今回紹介するボックスなんです。基本的にボックスのいいところっていうのは、ほとんどルールを決めずに運用することができるっていうのが、いいところになってます。なんで、まずとりあえず Notion を使ってみたいっていう人は、これから始めてください。はい。ということで、Notion の方で作業をしていきたいと思います。今回作った、ものに関してはテンプレートとして一応公開する予定ですので、そちらをコピーして使っていただいても構いません。で、早速やっていきましょう。まずは適当にページを作っていただいて、はい、タイトルを入力していきます。はい。皆さんの場合だったら、適当にメモページとかで、書いていただければいいと思います。まずはこちらの、適当なところをクリックしていただいて、プラスボタンから、データベースインラインというのを使います。これ、インラインとフルページ何が違うんですかっていうと、フルページの場合は、Notion のページの機能のように独立したページとして表示するっていう感じになるんですけど、インラインはページの中に直接そのデータベースの、ビュー、見た目を置くことができるっていうことになってます。で、ここにデータベースの名前を入れていきます。今回はボックスという名前で入れていきたいと思います。で、このインラインのやつも一応フルページで開くことができて、これなんて言えばいいんだろう。ハンドル掴むやつ。これを押しまして、新しいタブで開くという風にしたりとか、ページとして開くっていうのをしてあげると、フルページでこちらのビューを開くことができます。で、このビューと元の、ページのビュー、ここのビューはもう完全にリンクしているんで、フルページでいじった方は、インラインの方にも、適用されてるという形になります。で、ここからですね、このボックスのビューをちょっといじっていきますんで、まずは一回フルページとして開いて、で、それを編集していきたいなと思います。まずね、
アイコンの方を追加していきます。で、アイコンは、ボックスとか検索していただいて、で、それっぽいアイコンを選んでいただけるといいと思います。ここからカラーを選択することができたりとかするんで、自分のテーマカラー決めて一色を使っていただいてもいいと思いますし、そこはご自由にという感じです。結構このグレーのやつ、全体的にシンプルな印象になるんで、私は好きです。はい。で、それでは次、この理由の方をいじっていくんですけれども、まずはですね、このレイアウト、そのデータベースの設定の3点リーダーの部分からレイアウトを選んで、そのギャラリーというのを選択してください。すると、このデータベース全体の見た目がこんな感じのカードのビューになるんですけれども、これがギャラリービューになっています。いわゆる付箋みたいな見た目になるんで、メモとしては使い勝手がいいのかなと思ってます。で、ここのレイアウトをさらに編集していきます。カードプレビューはページコンテンツデフォルトのものでいいです。カードサイズは、基本的には小でちょっと大きく見たいよっていう人は中がおすすめです。大は結構大きすぎるんで、ちょっとなかなか付箋っていうイメージからは離れていって、どっちかっていうと、写真とかイラストとかを見せるためのビューになっています。はい。で、画像表示枠のサイズに合わせるは、別にあってもなくてもいいかなという感じです。プロパティを右端で折り返すも、好みでっていう感じになってます。で、ページアイコン表示は、つけといてもいいのかなと思います。ページの開き方、これはですね、サイドピーク、ポップアップ、フルページってあるんですけれども、ポップアップはこんな感じで背景が暗くなって、選択したものがこんな感じで拡大されて、で、そこにまた何かを入力することができるっていう形になってます。サイドピークは横からヒュイッと出てくる形になってて、これも先ほどと同様に何かを入力することができるという感じになってます。それぞれ、閉じるボタンがちゃんとありまして、それで閉じることができます。フルページに関しては、毎回クリックするためにフルページで開くような設定になっています。一番個人的におすすめなのが、ポップアップがおすすめではあるんですけれども、例えば複数ウィンドウを開いていて元のメモに戻りたいよっていう時とかは、この辺っていうんですか、この暗くなってるところをクリックして戻っちゃうと開いてたメモが閉じちゃうんですよ。ウィンドウ全面に出したい時に多分クリックすると思うんですけど、その時に暗くなってる部分を押しちゃって閉じちゃうっていうことが発生してしまうんで、それが嫌だなーっていう人はサイドピークにしてあげるといいのかもしれないです。でサイドピークの時も、こっち側をクリックすると戻っちゃうんですけど、絶対ここだけは見せておくみたいな。ノーションをウィンドウでいうところの左側に置いておくことによって、ここを確実にこの辺を、左側を確実にクリックすることによって、閉じずに戻ることができるっていう、小技があります。はい。です。なんで、そこは結構好みです。はい。私はポップアップが結構好きで、戻るときは頑張ってます。はい。です。で、じゃあ、大事なね、プロパティっていう機能をいじっていきます。ノーションはデータベースに対していろいろなプロパティ、メタデータみたいなものを追加することができるんですね。はい。ちょっとメタデータっていう表現が良くないのかわかんないんですけど、その文章の本文とは違ったデータを付与することができるんですね。はい。で、このタグっていうのを使わないので消しちゃいます。まずはですね、最終更新日時、プロパティから新しいプロパティ、最終更新日時っていうのを選びまして、そこで、そのまま押すと自動的に追加されます。はい。こんな感じです。で、これは、そのメモが更新された時間が出てきます。で、続きまして必要なのが、リレーションっていうのを追加してください。このリレーションで、今作ったボックスに対してリンクします。で、プレビューのところで見た目がこんな感じで両矢印になっ
ってるボックスとのリレーションっていう風になって、こういう両矢印になっていれば OK です。で、リレーション対象がこのデータベース、制限は無制限、個別のプロパティはオフにしてください。で、これはですね、名前はですね、関連としてください。何でもいいです。関連リンクとか、そんな感じにしてください。そしたら、リレーション追加と押してあげると、プロパティが追加されます。これは押さないと追加されないので気をつけてください。ちなみに、プロパティのアイコンを変えることもできて、例えばこっからこのアイコンマークみたいなのを選んで、リンクみたいなやつにしておくと、それっぽいアイコンになります。はい。基本的にはもうこれで終わりになります。実際に私が使っている Notion のボックスもこんな感じになってます。ちょっと本物見せます。はい。こちらが実際私が使ってる、ボックスになります。現在カードの数が、だいたい880くらいのメモが入っているんですけれども、そんな感じでメモをどんどん貯めていってます。で、プロパティとしては、先ほど言った、最終更新日時、私は表示してないんですけれども、最終更新日時があって、で、この制限用っていうのは今仮でつけてるだけなんで、後々消えます。で、先ほど紹介した関連という部分と、これは実は課金の機能になるんですが、Notion AI という、月額10ドルくらいのプランに入ると、AI が自動的に要約してくれるような機能があります。別にこれあんまり機能としては、使い勝手が良くないで、これのためだけにNotion AI を課金するのはあまりおすすめしないです。はい。ということで、早速続きの方やっていきます。で、もうほぼ完成です。っていうか、完成です。はい。ごめんなさい。嘘ですわ。まだ完成してなかったですわ。はい。この並び替えですね。この並び替えを最終更新日時というやつで並び替えておくとめちゃめちゃ便利になります。で、フィルターを保存、並び替えを保存を押していただいて、で、この並び替えのこのボタンを押すと、この消せるんで、消せるっていうか小さくできる、省略することができるんで、普段使わないんで消しておきましょう。で、あとそうですね、データベースのロックっていうの機能がありまして、このロックを使うと、データベースをロックすることができます。はい。で、ロックしてる状態だと、要素を消すことができなくなるんで、その時は毎回ロックを解除していただいて、メモを消したい時はロックを解除して消すという形になってます。で、そしてあと並び替え逆ですね。並び替え後順で最終日時後順っていう風にすると、こんな感じで一番、左上ですねに一番新しく更新したやつがやってくるという形になっています。で、再度ロックをいたしまして、ロックをするとですね、プロパティだとかフィルターだとかそういうところも結構いじれなくなっていきますんで、気をつけてください。ロック解除するときは、この3点リーダーのところからもいけますし、上の方に、ロック中っていうのがあって、これを押すと、一時的にロックを解除して、すぐもう一回押せば再ロックすることができるっていう風になってます。で、使い方の方に戻るんですが、まずはですね、とにかくメモを入れるというところから、始めましょう。これちょっとセッテルカスタムの話にもなるんですけれども、詳しくはちょっと私が出してるゼッテルカツテンの動画を見てほしいんですが、他のものとつなげたりすることができるんですね。例えば、このメモの使い方みたいな感じでメモを作ったとして、この関連っていうところでとにかくメモを入れるっていうのをプラスボタンで紐付けをすると、こんな感じで関連のところにこれが出てきます。で、これのいいところは、こっちの関連にもこのメモの使い方が参照されてるようになってます。要はリンクでつなげたものはそのお互いのページにそれぞれその相互リンクみたいな感じで自動的になるようにしてるのが先ほど設定した、プロパティの、関連っていうリレーションプロパティの機能になってます。なんでその一方通行じゃなくて両方とも同時に表示することができるという感じになっています。
こんな感じで、とにかくこの、タグというか、関連と、ページリンクみたいなのを使って、情報を整理していくという形になってます。ちょっと話変わるんですけれども、これって基本的にフォルダーで分けません。例えば、もう、なんか自分の知識とかはもう全部ここに分けずに全部ぶち込んでいってます。私のやつの例、ちょっともう一回出す。なんかいろいろ入ってるんですよね。例えばなんかじゃがいもについてまとめた記事だったりとか、なんかいろいろね、Windows のバックアップのメモだったりとか、なんだろう、そのプログラミングに関することだったりとか、いろいろなことをとにかく大雑把にっていうか、もう全部混ぜ混ぜで入れてます。で、いろいろ混ぜて入れるメリットっていうのは、まず、とりあえず入れることができる。まず、アウトプットをためらわずにできるっていうところがメリットになってます。例えば、なんか迷う時って結構あるんですよね。これをどこに入れればいいのかっていうのを迷う時あって、例えば何でしょう、ラーメンって中華料理なのか和食なのか迷う時って結構あると思うんですけど、そんな感じで、なんだろう、これは A なのか B なのかどっちなんだろうみたいなのが今日迷う時って皆さんあると思うんですよ。で、それについて考えてる暇があるんだったら、とりあえずもう何も分けずにもうバンバン入れてって、で、タグだったら両方つけれるんですね。こんな感じで。このラーメンは和食なのか中華なのか考えずに、どっちもつけちゃえって言ってつけることができる。それがこの非階層データっていうんですか、非階層の情報管理って言われてるやり方になってます。で、よく言われるのが、ページを探すのが大変だっていうのを結構コメントとかでいただくことが多いんですね。そういう時は Notion の検索の機能を使います。で、検索については、ここではあまり深くは語らないんですけれども、大きく分けて Notion 検索機能3つありますと。まず、データベース内を検索する方法になってます。ここにある検索アイコンから押していただいて、なんかメモとか入れていただくと、このメモっていうキーワードが入ってるようなものが、ここに、抽出されて出てくるという感じになってます。で、もう一つが、このサイドバーの方から出てくる、この検索というやつです。これは、全体、ワークスペース全体に対して検索をかけることができる機能になってます。なんで、いろんなものがわーって出てきます。で、もう一つは AI に質問するっていう機能が最近追加されたんですけれども、こんな感じで AI に質問するっていう風な機能を使うと、ここで、AI に、メモった内容を、何でも質問することができます。ちなみに、これも課金です。自分の知識とか、アウトプットした内容について質問することができるっていうところに、価値を感じる人は、一回試してみてもいいのかなと思います。はい。でもワークフローとしては、基本的にそんな感じになってます。ピンを実装するときは、プロパティで、新しいプロパティで、チェックボックス選んでいただいて、ピンっていう風にしていただいて、ピンを作っていただく。で、グループ化ですね。グループ化で、ピンについてグループ化してあげて、非表示ではなくして、で、上に、ピンやりを作ってあげると、これでピン止めをすることができます。で、ピンにチェックボックスを入れてあげると、こんな感じでね、ピンをすることができます。はい。これも、一応小技ではあります。はい。でも、あってもなくてもいいのかなと。正直、なくてもいいかな。っていう感じになってます。もしくは、こんな感じで分けなくても、例えば、このグループを解除してあげて、プロパティじゃない、並び替えか。並び替えで、ここに並び替えを追加で、ピンを追加してあげると、これでピン高順にしてあげると、これで、ピンついてるやつが、基本的に一番上に来て、新しいやつを作ったとしても、ピンよりこっち側に来るようになります。はい。
一旦ボックス、こんな感じで大丈夫でしょうか。基本的なこのボックスのワークフローに関しては、思いついたらもう何でもかんでもメモってください。一番、わかりやすいのは私のボックスを見ていたりとか、いろんな方のスクラップボックスを見ていただくと、使い方はわかるかなと思います。はい。ということで、今回は、ボックスというか、実質散ってる合戦みたいなものについて、紹介していきました。とにかくね、これ何も考えずにメモをすることができるんで、まずノーション使い慣れてみたいっていう方に関しては、ここから始めてみるのがいいのかなと思います。とにかく何でもかんでもメモしていただいて、そうだ、一個言うことを忘れてたことがあります。はい。先ほど、検索を使ってメモを探すっていうお話があったと思うんですけど、メモをするときは自分が何て検索して、そのメモの情報にたどり着いてほしいかを考えて、そのキーワードを入れとくといいのかなと思います。ちょっと具体例が出てこないんですけれども、こういう〇〇という機能について説明するときは、その機能が必要なシチュエーションみたいなのを想定して、そこに対していろいろね、出していくという感じになっています。でキーワードとかは、ちょっと考えて入れると、検索のしやすさとかも上がっていくのかなと思います。はい。ということで、次回はですね、リファレンスの方に、リファレンスの方を作っていきたいと思います。これもね、めちゃめちゃ便利なやつなんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。それでは今回はこの辺で終わりにいたします。ありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、改めまして、さようなら。